川北とジャニーズ WEST 中間淳太のレコメン。文化放送からお送りしてますレッコメン。さあ、ここからはですね、ニューシングルメイジーナイトの収録曲今君に伝えたいことをなんと宇宙初解禁するそうです。宇宙初解禁ありました。木星に勝ったってことですね。ありがとう。ただこうしてる間にもやっぱりこのブラックホールとかそのビッグバンなんかもあったりして、また新たな、星が誕生したりして、もしかしてそこで流れてしまう。ごめん。早行ってくれるかな。行きましょう。さあ、さらにですね、最近ご飯を作って大失敗した話なんかもしてるそうです。何したんでしょうね。フライパンを食べちゃった。さあ、お待たせしました。フライパンは食べないよ。大失敗じゃない。俺フライパンはなんですよ。食べちゃってるなんて。早く行きましょうか。キング&プリンス永瀬廉のレディオガーデン。こんばんは、キング&プリンスの永瀬廉です。今日は4月9日ということで、山下くんの誕生日でございます。おめでとうございます。なんと35歳。いや、見えないですよ。すごい、なんて言うんでしょう。もちろん色気とかもありますけど、35にはとても見えないですよね。そう、俺がジャニーズ入った時のオーディションが山下くんのソロコンサートで、そっから僕は大好きなんですけど、でも山下くんとはまだね、ご飯とも連絡先もちょっとおしゃべりの方もあんましてないかなって感じなんですけど、いつかね、お近づきになれたらね、コードブルー出たかったな。コードブルー出たかったな。本当にもう。そうそう。で、俺さ、最近話変わるけどさ、洗濯機が欲しいんですよ。なんかさ、今使ってるのはドラム式なんですけど、なんか2年ぐらい使ってるんですよ、今。自動で洗剤と柔軟剤を投入してくれて、で、なおかつ3時間で乾燥まで終えてくれて、で、なんかシワとかも嫌な匂いもなく、ふわふわで出てくるみたいなやつがあって、まあもちろん嫌な匂いとかもしないんですけど、僕が一番惹かれたのは、その、自動で洗剤と柔軟剤を入れてくれるっていうところでして、僕、自動が大好きなんですよ。だから家のもの割と自動化でおすすめようと思ってて、とりあえずゴミ箱自動で、なんか最近さ、ヤッホーみたいな話しかけて、ちょっとカーテン閉めてくんねって言ったらカーテンパーって閉まるやつみたいな。テレビつけてって言ったらパッてつくようなやつもあって、俺すげえ欲しくて、もうソファから動きたくないんですよ、基本。でさ、もう結構自動が好きで、でもさ、柔軟剤と洗剤をさ、入れててさ、たまにさ、ぬるっとしてんのよ、蓋の方が。それはさ、入れるときにちょっとこぼして手について、それの状態で閉めるから、次に入れるときにちょっとぬるっとが残ってんのよ。俺手のぬるっとが一番嫌いで、だから俺家とかでも乳液とか塗らないんですけど、それが理由なんですよ、僕。一つの理由として。めんどくさいし、手もぬるっとするっていうのが理由で、つけないぐらいちょっとぬるっとが嫌いなんですよ、手の。そう、だからそれを解消されるってなるとだいぶでかくて、僕の中で。で、手間も減るし、なおかつやっぱ3時間で乾燥を終えてくれる。僕のやつ結構かかるんですよ。今、不倫かなんかわからんですけど、乾燥終わりましたよって言ってプープーってなるじゃないですか。あ、終わったなと思って扉開こうとすると全然開かないんですよ。で、ドアロック解除して、パッて開けると全然乾燥してないんですよ。あれと思って放置してみようってなったら、何回かプープーってなるんですよ。僕基本夜中に回すんで、そのプップが何回も鳴られると起きるんですよね。これは深刻な問題じゃないですか、言うたら。睡眠不足につながって、お肌が荒れちゃうみたいな。この可能性もあるから、で3時間ってだいぶ短いじゃないですか。っていうのもあって、すごい欲しい、この洗濯機。でもさ、お高いのよ。お高いのよ、やっぱ。すげえ悩む。っていう最近の近況。そうそうそう。だからさ、もう一つ欲しいもん言うたやん。カーテン閉めてって言ったらパッと閉まるようなやつ。あれもさ、欲しいねんけど、さすがにちょっと悩むよね。オレンジにね、セグウェイあんのよ。家からさ、いや、そんな広くないのよ、マジで。なんか俺、セグウェイやから広いって思われそうやけど、そんな広くないのよ。けどさ、セグウェイって楽しいやん、乗るの。だから買ってんけど、で、家で乗り回してみたのよ。したらさ、セグウェイの車輪の跡がさ、床につくのよ。そう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 。そっから乗られへん、もう俺。こんな感じ、俺の欲しいもの。そう、すごい欲しい。夢に出てくるぐらい欲しい。さあ、ということで、今夜もレディオカーで始めていきましょう。
からあなたにお届け、キング&プリンス永瀬廉のレディオガーデン、王様のお悩みスイーツ。この番組を聞いてくださっているリスナーの皆さんから現在悩んでいることは迷っていることを募集し、王様である永瀬廉からスイーツのような一言をプレゼントするという企画です。答えていきますか。今宵も皆さんからのお悩み、どれどれ。愛知県はみわさんからいただきました。廉くんこんばんは。いつもニワラジを楽しみに1週間頑張っている22歳のお姉さんです。長年の私の悩みは料理のセンスがなさすぎることです。すごく美味しいわけでも逆に笑えないくらいまずいわけでもない。中途半端なものがいつも出来上がります。一生懸命レシピを見ながら作っているのに一向に上達しないので心が折れかけています。これではお嫁に行きません。ぜひレン君の甘いお言葉で私を励ましてください。よろしくお願いします。料理なぁ。俺カルボナーラ作ったのよ。時間あって。なんかちょっと料理できたらかっこいいじゃないですか。っていう理由で、その日はたまたまね、もう普段から俺ソファからなんか縛り付けられてるんちゃうかっていうぐらい動けないんですよ、ソファから。で、そんな俺が、ちょっと料理してみようと思って、カルボナーラ食いたかったからね、作ってみようと思って食材も買いに行ってわざわざで行ったんですよ。で、いざサイズ調べます。しょっぱなの説明文がさ、まず茹でた麺を、みたいな。麺ってまずどうやって茹でるみたいな。俺からするとね。どんぐらいの麺の量を入れて、どんぐらいの時間を入れたらいいみたいな。わからんから、親切じゃないの、サイトは。なんか、考えられてない。そこまで。茹でた麺をみたいな。いや、茹でた麺じゃ売れよみたいな。どっかのスーパー売ってくれよみたいな感じやねん、俺の中で。でもさ、茹でた麺をの時点で俺、心折れて、どんぐらい茹でんねやろうっていうところから。だからもう、こんなせっかく食材も買ったからもったいないなと思って、とりあえずもうバーって入れたの。適当に。もう量もなんかさ、あれって俺、後で知ってんけどさ、まとまってるやん。あれが1、2枚なんでしょ麺って。わからんからさ、麺って俺ちっちゃくなると思ったの。なんかわからんけどね。少ないやろなと思ったの。もう、細いからさ、なんか、針金みたいな細さやん。いや、こんなんで足りんなと思って、2、3個入れたの、俺。2、3個ね。でさ、もう、この茹で上がったかなみたいなとこまで出来上がって、カルボナーラ、ベーコンとかも切らなあかんやん。大きさもわからんからさ、もう見よう見まねで、80g みたいな。いや、どんぐらいの 80g って。だいたいこんぐらいできて何枚分ですよっていうのを書けと思いながら、こんぐらいかなって入れたんですよ。で、なんか、あと何やったっけな、なんか小さじ2杯みたいな、コンソメ、小さじ2杯みたいな。うちにそんな小さじを測るようなものがあるわけがないからさ、小さじがわからんのよ。だから、袋をさ、こうやって倒してさ、ポッ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 ってちょっとずつ入れてって、こんなもんかなって入れて、で、あとなんかいろいろさ、卵とかも入れて、牛乳もさ、何ミリリットル。でも俺、普段飲むの大体200ミリリットルぐらいかなと思って、だから自分が飲みそうな量をコップに入れて入れたのよ。こんぐらいいつも飲むかなっていう量を入れて、いろいろ頑張って、結構時間かかったから、もう途中で飽きてちょっと動画見てたりしてたから、結構時間かかってトータルでね、1時間ぐらいかかって、で、出来上がったのがさ、もう麺が最初多いからさ、2、3人前ね。で、ベーコン 80g。でも多分少なかったんでしょうね。なんかもう、ほぼ麺だけなのよ。牛乳は多分ちょっと多かったみたいで、使ってたの、普通に。ぼちゃんって。ぼちゃんってね。そう。で、卵も入れたんですけど、あれさ、卵ってさ、なんかフライパンの火を止めて、卵入れた方がいいんですよね、あれって。なんでか忘れましたけど、らしいっす。ぜひやってね、皆さんも。そうで、出来上がったのがそんな感じのやつやからさ、ただ単にスパゲッティをさ、牛乳につけたやつみたいなのってさ、ベーコンが全然出てこないの、マジで。食っても。麺ばっかり。麺ばっかりで。でさ、麺も麺で牛乳吸うしさ、全然美味しくなかったわけ。そう。教えてほしいな、誰か。だからもっとさ、なんか、声を大にして言いたいよね。もっと親切にしてほしい、サイトは。茹でた麺をでもできてる体じゃなくてさ、そう、1人前だったら麺1束。だから、市販で売ってる麺、このまとまってるのが1束ですよ。から、沸騰
こんぐらい泡が出てきたら沸騰してますよの証とか、こんぐらいで泡出てきたら沸騰してますから、だいたい何分でこのタイミングから箸で混ぜ始めたらいいですよみたいな、ほぐし始めたらいいですよみたいな書いてほしい。わからん。だからもうフィーリングでいったの。だからもう途中サイト見んの諦めてね。したらさ、つけ麺よね。だからそんな料理ができちゃったからさ、俺にはだからもう多分一生料理せんかなって思うわ。なんかハンバーグも作ったことあって、実際俺あれってさ、俺さゴム手袋なくてさ、ハンバーグ手でこねるやん。あれって笑っても取れんくない？あれ爪の中に肉入るしさ、もう爪の間のハンバーグの匂いするしさ、俺料理あかんわと思って。何よりね、最後の洗い物がだるい。そう、洗い物がだるい。だからさ、自炊をする価値が見出せんくなってきた俺に。わざわざさ、料理をするたびに改めて俺って料理できんねやっていう事実をさ、突きつけられるわけやん。こちらとしては。そう。だから料理せんような気がする。ただ、一回やってみたいなって思うのはさ、朝の番組でさ、俳優さんがさ、なんとかずキッチンってさ、何々ザキッチンみたいな感じでさ、オリーブオイル入れてたよ。すっげえ高い位置から。あれをやりたい、俺は。一回。あれだけをやりたいね。だから友達に料理作ってもらった時にさ、オリーブオイルだけ入れさせてっつって入れさせてもらうから、お前って高い位置から。あとさ、テレビで見てんけどさ、海外でさ、塩をさ、なんかもう蛇にしてさ、蛇の手の形にしてさ、なんかさ、肘の上らへんに当ててさ、入れるような塩の入れ方あるやん。あれめっちゃおもろない？肘を味付けしてるよね、あんなんね。もう肘でも舐めんのかなっていうぐらいかかってんのよ、肘に。だからさ、あれをやるとき肘もさ、消毒せなあかんよね。どういう効果があんのかなって未だに謎なのよ、俺。おしゃれなのかな。じゃあ俺もさ、手のひらにさ、塩をなみなみ乗っけてさ、ふってやってさ、塩乗っけようかな。そういうことね、多分ね、エンターテインメントの一環よね、多分ね。お相撲さんがさ、その土俵入りする前にさ、バーンってやるように、家でもやろうかな、あれ、俺、こうやって。バーンって。楽しそう。料理楽しそうやね。何これそうや。何やったっけ？相談や、そうや、忘れてたわ。もう一回読むね。料理センスがなさすぎることです。すごく美味しいわけでも、いや、中途半端なものがいつもできない。そう。これでお嫁に行きますよ。これまずい、お嫁に行けません。でもさ、俺自身もさ、将来結婚する人には、料理してほしいのよ。俺がこんなんから。で、こら、こういう時はこうするんだよって言いながら、料理うまくなりたい。一緒に上達したいね。なんか、久しぶりにさ、生姜焼きが食べたい、今。母親の生姜焼きがうまいのよ。一人暮らしやからさ、で、めっちゃもう実家に帰らんのよ、俺。もう2、3年一人暮らししてるけど、2、3回しか帰ってないのよ、実家に。めんどくさいからね。なんか無性に食いたくなってきた、なんか手料理の話すると。生姜焼きっていいよね。なんかさ、お店のもいいけど、母親の生姜焼きに慣れちゃってるから口が。生姜焼き食いて。そうや、悩みね。料理が得意な男性も、そう、だから料理が好きな男性もいるともちろん思うし、別にさ、いけんことはないよね、全然ね。何でもしてあげたい男性もおるわけやん。家事何から何までしてあげたい男性もおるわけで、専業主婦っていうさ、言葉もあるわけでさ、夫っていう感じ。別に料理ができんことは別にね、そんな悩むことはないんじゃないかなって思うけどね。そう、だからさ、一緒に料理しよっか。言ってもうた、先に。なんかナチュラルに言ってもうた。ごめん、もう一回言うわ。一緒に料理しよっか。なんかさ、2回目やから絶対弱いよね、今の言葉ね。しくった。さっき、フライングしてもうたね。皆さん一緒に料理しようか。じゃあ、うまくなろう。何から作る？生姜焼きがいい。生姜焼きね。はい。ってな感じで。ちょっと待って、今日良かったんじゃない？今回もお悩みの解決はしてないけど、だからそこじゃないの、やっぱ。俺気づいた、この企画って。もちろんお悩み解決するのも一つの正解やし、
何気持ちなのよ、こういうのって。ね、喜んでくれたと思う。ミワさんは。だって俺がまずそもそもよ、好きな人のラジオにさ、送ってメール読んでもらえること自体が嬉しいからさ、もちろん真剣に考えたの。俺も悩みどうやったら解決できるかなっていう回答を。出んかったの。そう、だから違う方法でどうにかして、こう、ミヤさんに喜んでもらおうと思って、伝わったと思うから、OK なんだよ、これで。そう。今日は完璧でしたね。引き続きリスナーの皆さんが現在悩んでいることは迷っていることを募集しています。宛先はエンディングで紹介します。以上、王様のお悩みスイーツのコーナーでした。それではここで1曲お送りします。ニューシングル、メイジーナイトのカップリングの曲です。今君に伝えたいことをどうぞ。からお届け中、キング&プリンス永瀬廉のレディオガーデン。今夜もエンディングの時間になってしまいました。ここで僕、永瀬廉からのお知らせです。キング&プリンスのニューシングル、メイジーナイトがリリースされます。平野翔くん、そしてセクシーゾーンの中島健人くんとダブル主演するドラマ、未満警察ミッドナイトランナーのダブル主題歌です。ぜひチェックしてください。そして永瀬廉が主演を務める映画、ヨーマシペダルが8月14日に全国公開されます。よろしくです。この番組では皆さんからのメールを募集しております。質問や感想を伝えたいことなどどんなことでもいいのでメッセージを送ってください。メールアドレスはren@joqr.net ren@joqr.net です。いよいよお別れの時間でしたが、そうね、今日ほぼ料理の話でしたね。カルボナーラの話だったね。なんかさ、料理俺こういう話題にもできるしさ、作ろっかな。もちろん気が向かないやらんけど、一応作ってほしいもののリクエストみたいな簡単なもんねあるよ。なんかさ、バーニャカウダーみたいな。バーニャカウダー簡単か、野菜切るだけやもんね。なんかさ、なんていうの、ムール貝のなんかパスタみたいな、おしゃれな高いフランス料理とかにさ、グルナイに出てきそうな料理とかやめてね。なんかそういうリクエスト、そのリクエスト、なんか簡単なもんおすすめあったら教えてほしいなと思います。ちなみにね、僕の今の料理レベルはカップラーメンでギリぐらいの料理レベルだから、それに見合った感じのリクエストくださいって感じさあ、ということでお相手はキング&プリンスの永瀬廉でした。それではまた来週、バイバイ。